はいどうもスマライフです。本日は任天堂スイッチのオレンジスクリーンを修理していきたいと思います。でオレンジスクリーンになるとですね、このように画面全体がオレンジ色になって起動ができなくなる症状となります。で、この症状ですね、結構多くてですね、オレンジスクリーンになる前に、例えばロゴでフリーズしてしまったりとか、起動しても、エラーコードがね、出てしまったりした場合でも、このオレンジスクリーンになる前の症状とかになりますので、それが進行すると、このように画面全体がオレンジ色になってしまうというような形になります。で今回はこれを修理していくんですけど、基本的にオレンジスクリーンは、電波関係をね、制御しているチップの、IC チップのね、破損が主な原因ですので、今回はそれを交換していきます。で今回もですね、ゲームドクターって言われるスイッチライト専門の修理店の施設にお邪魔しています。このゲームドクターではですね、スイッチの故障全般に対応、オレンジスクリーンもそうなんですけど、電源が貼れなかったり、充電ができなかったり、液晶が割れてしまったりとか、いろんな症状故障に対応しています。で全国どこからでも郵送対応可能でして、基本的にゲームデータも消さずに、全ての故障に対して修理できますので、ゲームドクターの詳細に関しては概要欄に、URL ね貼っているので、ぜひね気になる方はそちらの方をチェックしていただければと思います。で今基板を取り外して、この手に持っているチップがメモリストレージのチップになります。このチップの下に、電波関係を制御しているこのね、ちょっとテカってるこの IC チップがその電波関係の、制御チップになります。今回はこれを交換していきます。で交換するにあたってヒートガンで結構ね高い温度で熱しないと、取れないので、その周りにねプラスチックの画面の液晶コネクタとかいろいろあるので、この辺はねちょっとこのカプトンテープで保護しながら作業を進めていきます。ちょっとね視点が切り替わって、僕が顕微鏡を見ながらね作業しているので、ちょっとこの視点で動画を進めていきます。でフラックスを塗って、ヒートガン450度ぐらいでね、数十秒間ぐらい温めると取れます。はい、これで壊れた IC チップが取れました。これですね。今からこれを新品の IC チップに交換していきます。で取った後のこのハンダの面はこんな感じで、リボールのハンダが結構残っているので、これを今からきれいにしていきます。でハンダ吸い取り線できれいにしていくんですけど、この作業ですね結構重要でして、しっかりね残っているハンダを取らないと次新しい IC チップがうまく取り付かないので、この作業は、丁寧に確実に行っていきます。でまずはですね、低融点のハンダですね、もともとついているハンダが少し高い温度でしか溶けないので、低融点のハンダを混ぜてあげて、ハンダ吸い取り線で吸い取りやすくしてあげます。結構ね地味な作業なんですけど、この作業が意外と重要です。はい、でしっかりねハンダ吸い取り線でハンダが、吸い取れましたら、アルコールとかでちょっとね、残ったフラックスとかを落としてあげて、全てきれいにしたハンダ面はこんな感じになります。しっかりねハンダも取れてきれいな状態になってます。ただですね、この右下のところなんですけど、ちょっとねレジストが剥がれてしまっているような状態でしたので、このレジストのところを、ソルダーレジストを利用して、補修剤ですね、補修剤を利用してこの剥がれたレジストのところを補修していきます。この補修をねしないと、新しい IC チップをつけた時にハンダがねちょっとつながってしまったりとかで、しっかりね IC チップが動作しなかったりするので、この作業も結構慎重に丁寧に行っていきます。でかなり細かい作業になるので、このソルダーレジストをデザインナイフの先につけて、本当に少量ずつ少しずつ埋めていくような作業になります。で埋め終わればですね、補修が終わればこの UV のライトで硬化を、10分ぐらいですかね、硬化をさせていきます。硬化が終わればこんな感じで、少し分かりづらいんですけど、この矢印のところですね、しっかり、レジストで
補修できたような形になるので、この補修が完了すれば新しい IC チップを取り付けていきます。こちらですね。こちらが新しい IC チップになります。で、これもうね、リボール済みの、チップになるんですけど、このリボール面がですね、少し雑だったり、リボールがされてなかったりした場合は、こちらで新しく新規でリボールしてあげるような形になります。今回はですね、この交換の IC チップ、しっかりきれいにリボールがされていたので、このまま取り付け作業を行っていきます。で、取り付けの方が難易度が高くてですね、言葉で説明するのがかなり難しいんですけど、この位置の調整だったり、この、ピンセットをね、離すタイミングなどですね、いろいろなコツがいるので、これはね、IC チップの交換自体はかなりね、練習が必要ですね。で、取り付けが完了すればですね、少し冷ましてあげて、IC チップがね、揺れないことが確認できれば、最後にアルコールを使用して、この周りのね、フラックスとかを落としてあげます。で、綺麗に掃除ができればですね、仮組みをしてオレンジスクリーンが解除されたかどうかを見ていきます。例えばこれで解除されなかったり、ロゴでフリーズしたり、あと Wi-Fi をね、つかまなかったりした場合は、IC チップの取り付けがうまくいってなかったり、あと IC チップの初期不良、もしくは別の箇所が壊れているってことになるので、もう一回ね、検査が必要になってきます。はい。無事起動ができました。これでね、IC チップの取り付けがうまくいったということになるので、ここから一旦ね、本組みをして、Wi-Fi とかをつかむかをチェックしていきたいと思います。実際ね、このオレンジスクリーンとか、あとロゴフリーズで Wi-Fi がつかまないという症状がですね、意外と多くてですね、ほとんどがこのさっき交換したIC チップの破損になります。もちろんね、他のところが壊れてっていうこともあるんですけど、90% ぐらいはIC チップの破損じゃないですかね。僕が見た中ではそれが一番多いです。で、とりあえずシールドをつける手前ぐらいまで組み上げたので、今から Wi-Fi をつかむかどうかを確認していきます。はい、無事つかみました。で、通信もね、問題なさそうですね。で、動画では紹介しないんですけど、適当な動画を1時間ぐらい流して、しっかりね、通信環境が安定しているかどうかも、確認を、修理後基本的にしていきます。はい。では修理の方も終わったので、まとめに入っていきたいと思います。オレンジスクリーンの原因がですね、今回交換した IC チップの破損がほとんどを占めます。で、交換してあげればですね、このようにしっかり起動がして、基本的にゲームのデータもそのままで修理することが可能です。で、冒頭でもお伝えしたんですけど、今回施設をお借りしたゲームドクターでもですね、オレンジスクリーンだったり、あと他の故障内容にもいろいろ対応しておりますので、ゲームドクターの詳細に関しては概要欄に公式、ホームページの URL 貼ってあるので、気になる方はぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。はい。ではこの辺で動画の方終わっていきたいと思います。この動画、チャンネルがよろしければぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。スマライフの Twitter、あとブログの方もやっておりますので、ぜひそちらの方もフォローしていただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。